今監督作品パプリカはやっぱ今監督作品の中でもすごい人気の高い作品となってまして、画面密度であるとかゴージャスさ、色の綺麗さ、ともに他の作品にはない魅力がすごい詰まってるんで、4K 化とともにそれがさらに際立ってると思うんで。やっぱりパプリカを作ってた頃っていうのはもうフィルムに集中してたんですね。フィルムでどう出すかっていうところに行っていたんです。ソニーさんが最初にブルーレイの商品を展開するときにいろいろな映画を選ばれたわけですが、その中のアニメの作品として一番最初に選ばれたのがこのパプリカだったんです。4K 化して我々が嬉しいと思うところっていうのが、新しい人たちに見てもらえる、見続けてもらえることが。ことのようなまた違った発見というものもあるかと思うんですけれども、当時の制作者の方と一緒に話し合いながら当時のテイストを残しつつ、さらに新しい発見があるような形で作りましたので、当時のその作品の色を思い出しつつ、さらに新しい発見もできるということで、当時デジタル全般にちょうど切り替わったまだ間がない時期だったので、デジタルの話をまず相談したいというところからまず声がかかりまして、例えばぐにゃぐにゃ曲がる廊下を、表現したい、あとたくさんの蝶を表現するにはどうしたらいいかとか、それ以外にもいろんな特殊効果があるんですけれども、パプリカ含めそれ以前はフィルムレコーディングがメインの時代だったんで、フィルムの良さみたいなものがやっぱりすごく前面に画面に出て、実際劇場公開した時のゴージャスさだったり。そうですね、まずRS というリアルスケールプラスというものでですね、解像度を変えたんですけども、そこでまず通常のアップコンとは違ってですね、4K にアップスケールしてもより通常のアップコンとは違い、より滑らかな形で違和感のない、ジャギーのないような形でアップスケールをしまして、でさらにそこからHDR 化ということで、今監督のコンテ読んだ方とかは分かるんですけども、コンテがすごい緻密に書かれてるのと、ストーリーであったりとか、コンテ自体に芝居とかそういう情報がすごい詰まってるんで、コンテの段階である程度画面イメージが出来上がってると思うんで、やはりパプリカというですね、評価のある世界的にも有名な作品ですので、元のやはりルックといいますか、そういったものを崩さずなんですが、なおかつただ HDR 感というものもやはり今回出したいというものもありまして、そこのバランスを気をつけながら作業しました。この作品の中で現実と夢の中でっていう行き来をする、狭間の話というのがありまして、基本的なコンセプトといいますか、HDR 感のルールとしまして、現実の方はやや抑えめで、夢の方は夢の中ということもありまして、ちょっと HDR 感を強くということが。でそれを当時の制作者の方々に見ていただきまして、ここはちょっと明るすぎるので、ちょっと制作意図と合っていない箇所があるので、そこはもうちょっと抑えましょうと、一つ一つシーンごとに見ていって調整をしました。あそこがやっぱりパレードシーンがなんだかんだ言って一番大変でしたね。はい、パレードに関しては撮影の方、パレードの紙風に関しては撮影の方でつけてはいたんですけども、撮影者の方で私が作ったキャラクターの色とかを加味して見栄えがする感じでやってくれたと思うんですけども、パレードに関してはやっぱりガチャガチャした感じっていうのがやっぱ絵的にも出したかったと思うんで、そこはすごく気にして作業しました。
まず 4K 化して驚いたのがその紙吹雪とか細かい部分がその再現されていたことに驚いておりまして、そのやっぱり昔はすごい小さい解像度で作っていたので、それが 4K でちゃんと出てくるっていうことに大きな驚きを持っています。当然手前の方のねセルの方もそれこそ色とりどりの色だ人形だだんだんがパレードして動いていくわけですけども、それに負けず劣らず後ろの背景の方でもいろいろ考えて、なるべくこの画面の中に、おかしくない程度に色を入れ込んでるんで、このそういう画面のなんていうかな、一つのパッケージとしてこんな風にこう色を考えて作っていたのだなということを少し考えてもらえると嬉しいかもしれません。それに対しては多分河野さんも生きてたらすごい感動してるんだろうなっていうのはすごい思ったりして見てましたね。はい。この作品も馴染んでらっしゃる方たちがいたと思うので、そことドルビーアトモス化するためのプラグインを使うときに差異が出ないようにっていうところに一番今日回して、作業をさせてもらいました。まずドルビーアトモスはトップ方向って上方向ですね、エレベーションっていうチャンネルができるので、そのエレベーション効果が増えた方がいいシーンはそのまま活用したんですけども、そうじゃないシーンはオリジナルのイメージと損なってしまうものに関してはオリジナルのトラックになるべく寄せる形で後ほどサウンドエディットっていう作業を加えていってですね、そのサウンドエディットで、フロントの方に寄せるとかサイドだけに寄せるとかっていうような作業をさせてもらいました。あとはその広げてしまったことによって損なわれることがないようにっていうところは苦労したんですけど、一番最後の大きな夢の中のものがいっぱい街中を破壊して歩くシーンなんかはアップミックスしたおかげで意外とマッチングが良くて、これでもいけちゃうんだなっていうところは逆にデジタルの時代ってすごいって思いました。っていう部分が、4K になって、クリアになって、失われないかなっていうのはちょっと気にしたんですけども、実際見てみるとすごく見やすいし、当時のその魅力テイストが保持されたまま4K 化してすごく嬉しく思いました。例えば暗いブラウン管であるとか、暗い映画館の中で見た時に見えなかったものがおそらく見えてくると思うんですね。そういったものを今回の 4KHDR というもので見ていただけると、また違った発見があるのかなと思います。これでも例えば今回見てまた10年後でも20年後でもいいんですけども、何度も繰り返して見ていただけるとまた新しい面白さがあるんじゃないかなと思います。手作りでずっと作ってきてるものですので、手で作ったものがその技術によってさらに綺麗に残せるようになってくるっていうものに対して、今の子たちの例えば今の人たちのその今の感性で楽しんでもらえるっていうことが多分一番いいんだと思いますね。はい。